こんにちは、こんばんは、ブラシと申します。ご視聴ありがとうございます。こちらの動画は、ホロタクティクス難易度6の満花の檻9区ノーダメプレイ動画と解説動画の2種類となっております。解説動画の方でいろいろとお話をしておりますので、早速ですね、プレイ動画の方をご覧ください。それではどうぞ。私の後ろに軽減せし監獄よ。行くぞ。静寂に沈め。私の後ろにはっどうしたの。その盾を解き放て。行くぞ。これも音の力だ。行く。私の後ろに大フレンゲ。気をつけて。行くぞ。俺の番だ。静まれ。これも音の力だ。私の後ろに古中の羽。その盾を解き放て。行くぞ。甘い。この力使わせてもらう。花よ。日向ぼっこの時間ですよ。私の後ろに大フレンゲ。古中の羽。行くぞ。甘い。行こう。はっ。消え去れ。行こう。静寂に沈め。未来のために。任せてください。私の後ろに朝日のきらめく霜のごとく。行くぞ。幕開けだ。その力使わせてもらう。消え去れ。甘い。私の後ろにはい、ここまでご視聴ありがとうございます。プレイ動画いかがだったでしょうか。こんな感じになりました。ギリダメージは来なかった時もあったと思うんですけど、それをね、詳しく、解説でお話ししていこうかなと思います。重要ポイントというと、凶暴化状態中ですね。HP がその9区自身、1秒ごとに HP が減っていく、失っていくっていう状態になるので、そこを利用していく戦い方にね、なると思います。で、再生していきます。初っ端やろうとしたことは、
まずここで回避をしましてすぐ入れ替えます。強振動ゲージ削っていくっていうのを意識しましたね。で入れ替えてかわしてですぐね入れ替えながらその近づいていきたいので右に移動してで来るのでここで回避ですね。でさらに回避反撃で進んで、密着しています。そうするとね来ないんですよねダメージが。一応回避ボタンは押すようにしてました。でここですね。これがまあ苦手というかちょっとまあ嫌な攻撃ですね。この光ったら、まあ、回避ボタンを押して連続でダメージ判定が来るのでもう回避連続です。4回ぐらいですね。で一瞬ねこの光が見えたら飛ばしてくるのでそれを見越して回避をしてで反撃します。で入れ替えてでダウンしたので、カットします。でこちらですね。これで意識したのはまあ回避するんですけど離れてね攻撃するキャラでしたら、まあ、ここまで意識しなくていいんですけど、まあ、近距離でやる場合は、まあ、回避しつつ、右に行かないで、左側に9区の攻撃の軌道から逆らうように、回避しながら進んでいきます。まあ、左側ですね。タイミングがちょっとわからなければ丸い円があるんですけどそこから外に出るように、回避をしていくっていうのも全然ありです。まあ、自分はまあ癖みたいなもんですね。で回避して回避反撃でダメージを与えていく。で入れ替えてでまあこれが来るので回避して氷をね割るために長押しをしてもよかったんですけど、まあ、これが来るかもなと思ったんで様子見で、歩いてました。で入れ替えたと同時にこれが来たので回避ですね。で回避してその回避反撃を連打してれば、まあ、パリ成功する場合も結構ありました。まあ、今回は、目押しでパリしてます。でこうパリしましてで結構急ぎ足で、削ってました。でこれぐらいまで体力を削るとこのモーションになるんですね。これがねその矢印のところぐらいまで削るとこれが発動します。この状態になると暴走状態なんですね。でその目印が9区の頭の方にある、輪っかみたいな炎が出てますよね。これが暴走状態のこの時にこう不協和破壊だったり、メンバーを入れ替えたりするとよりね強振度ゲージが削れるようになります。白いゲージがね。で今ね結構ギリギリなところだったんですけど無情の詐欺の、無敵時間で運よくダメージが食らわないで地上にね、降り立つことができました。でここでもうすぐ回避ボタンを押してます。で必ずね左回りで回避をしていくという感じですね。でここで回避です。でまたねこれが来るので回避しながら削っていきます。でこれなんですけど結構これもね吹き飛ばされながらダメージ源のところに運ばれるので結構ね嫌な攻撃なんですけど前進する攻撃のキャラだったら多分攻撃してた方が避けられるかもしれないです。まあ、でも一応ね近づいてきたら回避ボタンを押すっていうのを意識しておきましょう。でこう回避ですね。でこちらですねこの光った感じこれが愛ですね。
で、入れ替えて、今暴走状態なので、超振動ゲージ、白いゲージが、多く削れてます。で、ここですね。不協破壊もし溜まってれば、この今腕を振り下ろす手前で発動すれば、この炎はね、出てこないこともできます。ただもう後半になるにつれて、連続のね、振り下ろしが来るので、あれは防ぎようがないので、どっちみちこの状態にはなりますので、そこだけ注意ですね。で、またこれが来るので、回避しながら左回りに回避していって、で、様子を見て入れ替えます。で、変わったんですけど、もう、ヒヨクの攻撃が、来るって分かっていて、間に合うだろうと思ったので、落下して、で、すぐ回避ボタンを押してます。で、これが来るので、回避しつつ、前に。で、後ろにね、前方にいなければ、まあ、この火の粉は当たらないので、ヒヨクに近づくという感じですね。で、これですね。これが、こう来ると前進するんですよ。これわざと回避して、不協破壊で止めようと思ってたんですけど、ちょっと前方させての方が分かりやすいなと思ったので、一旦回避でやり過ごしてます。で、ここで、ダウンしたのでカットします。で、ここで回避ですね。で、これが来るので、この時にね、不協破壊やってキャンセルできるんですけど、もう連続でもうやってくるので、ここで不協破壊は、ピンチの時に使うって感じですね。ここから連続で来るんですね。まず1発目と2発目は、普通のタイミングって言っていいのかあれだけど、ズレはないです。1、2みたいな感じで来ます。で、次ですね。次が早いんですよ。言葉で言うと、1、2、3みたいな感じですね。ダメージの発生が早いんですよ。で、次が、ちょっと遅いんですよ。ちょっと遅らしてくるんですよ、これ。止めずにやると、1、2、3、4みたいな感じで、もう一回ですね。で、1、2、3、で、4。なので、その同じタイミング、1、2、3、4じゃないんですよ。そういう風に思ってると、絶対ダメージを受けるっていうモーションになってますね。で、もう一回来るので、回避して、で、こういう感じですね。2、3、で、4。ちょっとせっかくなんで戻します。動いてないじゃないですか、記憶。この動かないパターンで、連続で振り下ろしてくる。このパターンと、動きながら筆を前方にやりながら進んでいく攻撃があるんですけど、モーションが。それをやって、またこの腕を振り下ろして、この炎のフィールドを作って、で、また動いて、で、またフィールドを作るっていう、繰り返しになるパターンがあって、それは回避してやり過ごすしかなくなっちゃうんですけど、サークルとサークルの間にまたサークルができるみたいな感じでやると、もうどんどんね、自分の移動が狭まってきちゃうんですね。ダメージ受けても3000いかない、2200とか300ぐらいなんですけど、多段ヒットするので、普通にね、削られます。なので、こっちのパターンの方がいいかなって感じですね。で、回避して、あとはね、回避しながら、
削っていって、で終わりですね。今回ですね、ステータスとかって毎回置いてたんですけど、今回に関しては、ステータス強いければいいかって言ったら、まあそうでもないというか、避けてね、回避して、休憩自体が自分自身で削れていくので、体力が。まあ、そのアシスト的な感じで、時間5分に間に合うように攻撃を当ててればいいので、そんな何十万もダメージはいらないかなって思いました。まあ、回避反撃だったり、まあ、遠目から攻撃してたりと、回避しながらね、当ててれば、まあ、倒せちゃうんじゃないかなと思います。難易度6でもね。休憩だけね、ダメージで体力減っていくので、他のよりかは、まあ、回避してればなんとか倒せるんじゃないかなと思います。まあ、レベッカなんかはいいんじゃないかなと思いますね。まあ、それ以外でも、まあなんか、回避反撃で、遠距離型で攻められれば一番ダメージが入ると思うんですけど、まあ長く話しても、まあしょうがないので、今回はこれぐらいにしたいなと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。それでは、また次回、お会いいたしましょう。